は、ネットで言われる私の顔のお話をしたいと思います。顔のお話って何かっていうと、結構ね、コメント欄を全オープンにしてた時からね、すごい言われてたことで、インスタのメッセージでもね、すごく質問いただいてたことなんですけど、整形しましたよねって女性 YouTuber さん言われがちあるあるはあるんですけど、動画を始めた初期のね頃から比べると、顔が変わったんじゃないかっていうお声がたくさんあって、でこれは私がまず最初に言いたいのは、私すごく綺麗になりましたよねとか言ってるんじゃないですよ。私は身の丈は自分で分かっているので、そもそも綺麗な顔立ちでもないので、最初の頃やばすぎて今ちょっと普通の人間になりかけているという、そういった状況なのは自分でも重々分かっております。そこだけはちゃんとね、最初に説明しておきたいなと思って、お話しさせていただきます。で、これについて、顔が変わった理由を私が分かっている限りでいろいろご説明します。まず第一前提として、整形はしてません。本当にしてません。でね、これね、なんで変わったかをね、自分なりにいくつかまとめてみました。最初も言いましたが、綺麗になってないのは分かってます。普通の人間に戻ったっていうね、しつこいですか？ごめんなさい。しつこい。なんか最初に言っとかないと、すごく突っ込まれそうだなって。いや、その顔で整形したとは誰も思ってねえよって言われそうなんですけど、整形しましたよね。ここ切開目切ったとか、いろいろとね、すごい言われたので、ちょっと説明したいと思います。まず、切開とか何かとか言われてる整形の件についてですが、はい、もうね、これちょっと専門家の方も見てほしい。全く切開になります。ここをね、切開したってすごく言われたんですけど、切開してません。わかるかな？誰か分かって。これ元々のこういう目なんですよ、私。はい。動画の映り方でいろいろね、昔と違うとか言われがちかもしれないですけど、全く切開も何もしてません。で、二重はね、あんまり綺麗な二重じゃないんですけど、一応昔からこの二重で、そのまま二重手術とかそういうのも一切目も何もいじってません。もちろん口も鼻も全部ですね。顔の輪郭とかも何も変えてません。子供の頃の写真がこんな感じです。ちょっとね、目がよくしっかり写るやつをちょっと選んでみたんですけど、どうかな？目、このまんまの二重と同じだと思います。この二重ですね、これ。なんか正直ね、女性って一重でも二重でも綺麗な方は綺麗だし、一重でも二重でも関係ないと思うんですけど、これもすごいやったとかなんかいうお話をね、言われたので、このまんまです。はい、子供の頃から。で、私がやったことなんですけど、まずね、一つ目に大きい点として、これね、松エクしました。顔が変わったって言われた頃からの境目として、私は松エクを始めたんですね。これが、私が日本でいつも行ってる服屋さんのお姉さんがすっごい綺麗なまつげしてて、これ松エクですかって聞いたら、そうです、あそこでやってるんですよ、いいですよって勧めてもらって、でそこの紹介してもらった松エクをやって初めて松エクだったんですよ。大学の頃はね、まつげパーマとかいろいろつけまとかやってたんですけども、なんかだいぶ20代後半になってきて、もうめんどくさいなと思って何もしてなかったんですね。で、動画を撮り始めた頃がもう何もしてなかった時ですね、まさに。なんですけど、松エクをした、これは結構変わった。松エクで人生変わったじゃないけど、顔そこそこ変わると思う。今ね、ちょっと取れかけてるんですけど、まだちょっとある。はい、見えるかな？でもほとんど取れてます。今もうね、付け替えしなきゃいけない時期も通り過ぎてるレベルに、はい、1ヶ月半ぐらい経っちゃったんですけど、前やってから。はい。松エクですね。ちなみに私は日本でやる時もあれば、日本に帰れない時は韓国でやります。でもどこでやってもね、大体スタイルは一緒で、ちょっとね、長めの12センチどんなんだよですね。12ミリ ?12 ミリ 13、14なんかそこをちょっと掛け合わせて長めにやってもらってます。私はね、目の横幅が広いので、真ん中を長くして縦を広くするっていうやつでやってます。でもこれは一人一人目の形が違うので、自分に似合うものを選んだ方がいいです。で、お次ですね。お次が眉アート。一番顔が変わるきっかけになるものだと思います。眉を描くのがそもそも上手な方はいいんですけど、私ってなんせ不器用だしね、めんどくさがり屋だしで、適当にやっちゃうし下手だしみたいなので、すごい下手だったんですけど、眉で顔って変わりますよね。ほとんどもう眉毛が顔を決めるぐらい言っていいぐらい眉って大事で、この眉アートはね、本
当にもう化粧の手間も省ける。眉何もしてないんですよ、毎回。化粧のファンデとかね、お化粧の粉がかぶったのをちょっとこう綿棒でのけるぐらいでピッピって。で、化粧してない時も眉アートしてることによって、なんかちょっとこう普段のね、ぬぼっとした顔がキリッと決まるというか、なんていうのかな。とりあえずお化粧も時短になるし、これで何もしなくていいからなんか完成形だし、はい、こんな感じですね。これ眉アートです。本当はね、もうちょっと薄めにやってたんですけど、私がね、なんかもうちょっとしっかりやりたいなと思ってもう一回やってもらいました。お値段ちょっと忘れたんですけど、私がいつもお世話になってる韓国のね、悪女にあるところで、キューティー整形外科アートメイクセンターっていうところですね。韓国語でキューティーソンヒョンウェカ。整形外科ってついてると整形って思うかもしれないんですけど、そうじゃなくって結構眉アートで来てる日本人の方が多いです。私毎回ね行くともう待合室日本人だらけ。スタッフさんも日本人の方がいらっしゃって日本語で対応してくださりますし、あとコネストさんのサイトでもキューティー整形外科さん紹介されてるので、すごい人気のところです。詳しく知りたい方は、コメント欄とかなんかいろいろ書いてくださればもっと詳しくねお話ししてもいいかなと思うんですけど、はい、とりあえず今日は軽めに。で、次ですね、まずね、友達の影響が多い。私が顔変わったでしょって言われて2年前かなんか言われ始めた頃に、地元でね、昔のね仲いい友達とねよく会うようになって、いやアスカちょっともうちょっと化粧しっかりした方がいいよって言われて、ちょっと教えてあげるから化粧やりなよっていうので、なんか YouTube とかでもこの人見た方がいいよ、この人見た方がいいよっていっぱい教えてもらって、そっから自分でなんかこうハマってビューティー系の YouTuber さんを好きになったりして、ちょっと見てるうちに欲しいな、こういうのあるんだ、こんなのあると変わるんだとか見てて、ちょっと化粧を変えたっていうのもありますね。なんか化粧は主にねどこを変えたというか、全部変わったかな。そもそも使ってたなんかベースメイクはちょっと薄めのが好きだなって最近は思って、いろいろ使って、なんか分厚く塗ると老けて見えるっていうのかな、なんかちょっとこう垢抜けない感じがすごかったんですよね。前の化粧の時って塗りすぎてた、色が合ってなかったのかなとか、そういうのを変えたのが大きいかな。あとね、これこれは顔変わる前とかその辺はちょっと関係ないかもしれないんですけど、私ねメイクオンっていう前セカンドチャンネルで紹介したと思うんです。スキンケアをね、ここの目元とかこのシワが入りそうな部分にじわーっと暖かくなるメイクオンっていうやつ、あれをね化粧前にするようになったんですよ。あれなんか最初ちょっとなんかこう効いてんのかみたいな感じだったんですけど、やっぱりね目のむくみが取れる。前ちょっと目パンパンじゃなかったですか？顔もパンパンだったのかなっていうのが、私多分目の腫れがちょっと引いてるあれのおかげかなって個人的に思ったりもする。でもね、これむくみ関係で言うと顔のむくみを取るってすごい大事だと思ったのが、結構数ヶ月ぐらいの話なんですけど、顔のねむくみを以前の動画見てめちゃくちゃ感じてたんですよ。で、なんでかなと思ったら、私ね結構夜遅い時間までバクバク食べる習慣、バクバクなんかお菓子とかね、クマさんが好きだから一緒になって食べるみたいな。で、さらにセカンドチャンネルとかの余ったお菓子とかも食べながら編集して歯磨いて寝るみたいな。で、夜遅くまで辛いものとか、なんか塩辛いものから甘いものからを食べるっていうので、次の日のお昼に動画撮るってなって、朝顔めっちゃむくんでるとか、それがねちょっと影響してたのはめちゃくちゃ大きいと思う。それをやめたんですよ。なんかまさにね顔変わったって言われ始めた頃ぐらいからちょっと変えてたかな。大幅に最近健康志向になって変えたのもあるんですけど、あとね前髪巻くようになったのもあるかな。なんかだから結局美容系 YouTuber さんとか見ると前髪のねやり方とか紹介してるの見て、私の前髪そういや何もしてないんだ、しかも自分で切ってガタガタなって思い始めて、今日ちょっとごめんなさい、今日タイミング悪く巻いてないんですけど、これちょっと切りすぎちゃって巻いてないで、巻いたらすっごい短くなっちゃうから自分で切ったんですけどね、これ切るのも前100均韓国のダイソー動画で紹介したかな。今ねこれ使ってて紹介動画で出したと思うんですけど、これね前髪をパチンと挟んでこれでカチャって止めてからこれで切るんですよ。そしたらねガタガタにならない、すっごいしっかり切れる。前まで自分で切ってもなんかどうやって切ってもガタガタになってたんですよね。でもこれ使い始めたのは最近だから家で切れるようになったよっていう、今お知らせだけはしてます。ただ顔変わったって言われ始めた頃にちょうど前髪も変えた、巻いてなくって何もしなかったのをちょっとくるっとね巻くようになった、やるようになって大きく変わった点の一つかなと思います。前髪も大事ですよね。前髪も大事だし眉毛も大事だしまつげも大事っていう、結局毛が大事なのかな。毛が大事？もう顔っていうより毛が大事なのかな。
はい。あとはね、なんか途中カラコンしてますかって聞かれて、カラコンは、なんかハロウィン動画の時にちょっと派手にしようとして、わざともう引っ張り出してきて使ったのが1日用のやつ1回つけた時と、あと、ちょっとなんかこう友達とご飯とかで気合い入れてね、こう化粧して服着る時とかの前に動画を撮った時とかは、カラコンつけてた時はあったんですけど、普段の時はカラコン何もつけてないです。はい。裸眼っていうのかな。うん。私目もね、かなり視力がいいので、何もメガネもしてないし、はい、何もしてません。あとね、首の色がすごい上と違うって言われて、今も最近もね言われる時はあるんですけど、比較的少なくなってあんまり色違わないのかなって言われるようになったのも、多分ファンデーションを薄めに変えたからだと思う。肌に合ったねファンデーションとかを選ぶようになって、今もう BB クリームしか塗らないんですね。私今だから今も BB クリームだけなんですけど、薄い BB クリームだけ塗ることによって、その顔の白浮きがなくなって、首との境目がなくなって、ちょっとこう顔がね見やすくなったとか、おかしな感じがちょっと消えるようにはなったかなって。まだまだダメなとこいっぱいあるし、まだ全然化粧も下手くそなんでね、あれなんですけど、ちょっと皆さんがねこう疑問に思った顔変わったのなんでとか、整形したのとかいう点に関してはそこかなと思い、今回まとめて説明させていただきました。よかったらね、今日の動画でちょっとだけねなんか参考になる内容も入ってれば嬉しいと思います。マイアートだったりね、松江区だったりいろいろ、そんな感じです。以上の整形について、お話しする動画でした。